理解説。1963年のテレビ番組ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1963年ってどんな年だったか覚えてる？もちろんだぜ。レイム、1963年は日本のテレビ業界にとってまさに革命の年だったんだ。いろんなジャンルの番組が一斉に始まって、視聴者たちの注目を集めたぜ。へえ、それってどんな番組だったの？例えば、クイズ番組のアップダウンクイズや、アニメの鉄腕アトムなんかが登場した年だぜ。どれも、今でも語り継がれる名作だ。すごいね。その当時のテレビって、どんな感じで見られてたのかな？テレビが普及し始めた時代だから、みんな家族で集まって番組を楽しんでたんだ。どの番組も、その時代の人々に特別な思い出を与えたんだぜ。それじゃあ、今日は1963年のテレビ番組のベスト10を紹介してくれるの？その通りだぜ。今回は1963年のテレビ番組ベスト10をランキング形式で解説していくから、楽しみにしててくれよな。第10位。底抜け脱線ゲーム。1963年6月から1973年1月。マリサ、この底抜け脱線ゲームってどんな番組だったの？底抜け脱線ゲームは、1963年6月2日から1973年1月25日まで、日本テレビ系列で放送されていたバラエティ番組だぜ。毎回、著名なタレントや俳優が底抜けチームと脱線チームの2組に分かれて、体を張った様々なゲームで対戦していたんだ。司会は日本テレビアナウンサーの金原二郎さんが務めていて、番組の冒頭で週に一度の脱線タイム。さあ底抜けにお楽しみいただきましょう。ロート製薬提供。底抜け脱線ゲームとアナウンスするのが恒例だったんだぜ。面白そうね。どんなゲームが行われていたの？ゲームには当時の流行語やヒット曲の題名、歌詞をもじったユニークな名前が付けられていて、例えば、ハイブの女や、ゴーシリ、ゴーケツなんてのがあったんだ。また、金原さんは自動車の警報装置であるパフパフを小道具に使って、番組を盛り上げていたんだぜ。それは楽しそう。視聴者も一緒に楽しめる要素が多かったのね。ああ、視聴者からの要望で、毎年末には家庭ゲーム特集を行って、忘年会でもやれるゲームを紹介していたんだ。また、1971年6月3日には8周年記念特集が放送されて、特別なゲームが企画されたりもしたんだぜ。長く愛された番組だったのね。そうだな。収録は基本的に後楽園ホールで行われていたけど、企画によっては地方の公会堂やプールなどでの収録もあったんだ。当初は白黒放送だったけど、1963年8月11日の放送回からカラー放送になったんだぜ。時代の移り変わりとともに番組も進化していったのね。ああ、まさに日本のテレビ史に残る名作バラエティ番組だったんだぜ。第9位。エイトマン。1963年11月から1964年12月。マリサ、エイトマンって名前を聞いたことがあるんだけど、どんなアニメなの？エイトマンは、1963年11月から1964年12月まで放送された、日本初の本格的な SF ヒーローアニメなんだぜ。この作品は、犯罪捜査のために命を落とした刑事が、ロボットとして蘇り、正義のために戦う物語なんだ。刑事がロボットになるの？それはかなり斬新ね。そうだな。主人公は犯罪者に命を奪われた後、科学者の手でサイボーグとなって復活。普段はスーツ姿の捜査官、東八郎として活動していて、必要な時だけエイトマンに変身するんだ。名前の由来は、警察や市民を守る最後の希望として、第八の男とされていることから来ているんだ。それはかっこいい設定だわ。他にどんな特徴があるの？エイトマンの魅力は、そのスピードだぜ。音速を超えるスピードで走る能力を持っていて、敵を圧倒するんだ。また特殊なカートリッジを使ってエネルギーを補充するシーンが話題になった。タバコ型エネルギーカートリッジを、口に加えるのがトレードマークだったぜ。タバコみたいなカートリッジ？今じゃ少し変わったアイデアだけど、
当時は目新しかったんでしょうね。ああ、その通りだ。実際、このカートリッジを加える仕草は子供たちにも人気で、真似する子供が続出したらしいぜ。また、エイトマンが戦う相手も、普通の悪人だけじゃなくて、ロボットやサイボーグといった未来的な敵が多かったんだ。なるほど。未来を変えたアニメとして、視聴者を夢中にさせた理由がわかるわ。その通りだ。短い放送期間だったけど、エイトマンはその後の日本の SF アニメやヒーロー作品に大きな影響を与えたんだ。まさに先駆者的な存在だぜ。確かに、いろんな要素が詰まった作品みたいね。私も一度見てみたいわ。ぜひ見てみてくれ。今でも語り継がれる名作だから、きっと楽しめるはずだぜ。第8位、鉄人28号、1963年10月から1966年5月。マリサ、鉄人28号って、ロボットアニメの元祖って聞いたことがあるけど、どんな作品なの？鉄人28号は、まさに日本初の巨大ロボットアニメだぜ。1963年10月から1966年5月まで放送されて、当時の子供たちに大人気だったんだ。原作は横山光輝さんの漫画で、戦後日本の復興や科学技術の発展がテーマの一つでもあった。巨大ロボットが出てくるなんて、当時としてはかなり斬新だったんじゃない？ああ、まさにその通りだぜ。鉄人28号は、もともと軍事兵器として開発されたロボットだけど、主人公の少年、金田翔太郎がリモコンで操作して正義のために使うんだ。普通の少年が巨大ロボットを操縦して悪を倒すって設定が、子供たちの心をわしづかみにしたんだよ。それは確かに面白そうね。でも、悪役やストーリーの特徴はどんな感じだったの？悪役としては、悪の組織や他のロボットが登場することが多かったな。特に、ブラックオックスという敵ロボットは、鉄人28号のライバルとして印象的だったぜ。ストーリー自体は、悪者を倒すだけじゃなく、ロボットを兵器として使うことの危険性や、翔太郎の成長物語としても書かれていた。ただのアクションだけじゃなくて、深いテーマもあったのね。それで、視聴者にはどんな影響を与えたの？このアニメが与えた影響は計り知れないぜ。巨大ロボットアニメというジャンルを切り開いただけじゃなく、戦後の日本で科学技術に対する夢や希望を書いた作品でもあるんだ。子供たちは鉄人28号のプラモデルを作ったり、真似して遊んだりしていたんだよ。へえ、そう考えると、この作品って単なるエンタメ以上の意味があるわね。そうだな。鉄人28号は、その後のロボットアニメの礎を築いた名作中の名作だぜ。今でもリメイク作品が作られるくらいだから、その影響力は今なお続いているんだ。なるほど。歴史に残る名作ってこういう作品のことを言うのね。その通りだぜ。鉄人28号は、ただのアニメじゃなくて、ロボットや人間の関係性を考えさせられる深い作品でもあるんだ。絶対に一度は見る価値があるぞ。第7位、キューピー3分クッキング、1963年1月から現在放送中。マリサ、このキユーピー3分クッキングって、今も放送されてる番組なんでしょ？どんな内容なの？その通りだぜ。レイム、キユーピー3分クッキングは、1963年1月に始まった料理番組で、なんと60年以上も続いている長寿番組だ。毎回、簡単で美味しい家庭料理のレシピを3分間で教えてくれるんだ。3分間で料理を教えるって、結構タイトな時間だと思うけど、どうやってやってるの？番組では、料理の手順を簡潔にまとめて、映像とともにわかりやすく紹介してるんだぜ。必要な材料や調味料、そして作り方が的確に説明されるから、初心者でも挑戦しやすいのが特徴なんだ。なるほど。それなら料理が得意じゃなくても安心して見られるわね。番組の雰囲気はどんな感じなの？落ち着いた雰囲気で、どこか家庭的な温かさを感じられるのが魅力だぜ。特に、番組のテーマ曲、おもちゃの兵隊のマーチが流れると、始まるぞってワクワク感が出てくるんだ。あの曲ってそういうつながりがあったのね。出演者はどうなの？番組では、
時代ごとに異なる講師が出演していて、それぞれの専門性を活かしたレシピが紹介されてきたんだ。例えば、和食や洋食、中華料理の専門家がそれぞれ登場して、その道のプロの技を家庭で再現できるように教えてくれるんだぜ。それは便利ね。視聴者にはどんな人たちが多いの？家庭料理を学びたい主婦層がメインだけど、最近では料理に興味を持つ若者や男性も増えてるらしいぜ。簡単で手軽なレシピだから、忙しい人にもぴったりなんだ。60年以上も続く理由がわかる気がするわ。それだけ長く続いていると、料理文化の変化とかも見えてきそうね。その通りだぜ。時代ごとの食材や料理のトレンドも反映されているから、見ているだけで日本の食文化の変遷を感じられる。まさに日本の家庭料理の歴史を紐解くような番組だな。第6位、アップダウンクイズ。1963年10月から1985年10月。マリサ、アップダウンクイズってどんな番組だったの？アップダウンクイズは、1963年10月から1985年10月まで放送されていた視聴者参加型のクイズ番組だぜ。毎回、回答者がゴンドラと呼ばれる座席に座って早押しクイズに挑むんだ。正解するたびにゴンドラが上がり、間違えると下がる仕組みで、10段まで上り詰めると優勝だ。座席が動くの？それは見た目にも楽しそうね。優勝すると何かもらえたの？優勝者にはハワイ旅行と賞金が贈られたんだ。初期は賞金が20万円だったけど、あと20万円に変わった。それでも、ハワイ旅行と賞金という豪華な特典が当時の視聴者をワクワクさせたんだぜ。確かに、それは大きな魅力ね。司会者は誰が担当してたの？司会は小池清さんだ。彼の冒頭の挨拶、ハワイへのご招待、10問正解して、夢のハワイへ行きましょう。ロート製薬がお送りするアップダウンクイズ。私は司会の小池清でございますは番組の象徴でもあったんだ。その挨拶、耳に残りそうだね。どんな人たちが挑戦してたの？回答者は一般の視聴者で、年齢や職業も様々だったよ。特に、挑戦者が緊張しながらも一生懸命に答える姿は、多くの視聴者を応援モードにさせてたんだ。それは楽しそう。他にも面白い演出とかあったの？ゴンドラが上下する演出はもちろん、問題を出す時の音楽やサウンドエフェクトも番組の盛り上げ役だった。それに、勝負が白熱する場面では、スタジオ全体が一体感に包まれるような演出が光ってたぜ。参加者だけじゃなく、見ている人も引き込まれる番組だったんだね。その通りだ。アップダウンクイズは、シンプルなルールと視覚的な演出が融合して、家族みんなで楽しめる番組だった。クイズ番組の歴史に名を刻む名作だぜ。第5位、がっちり買いましょう。1963年12月から1975年11月。マリサ、がっちり買いましょうってどんな番組だったの？がっちり買いましょうは1963年12月から1975年11月まで放送されていた。視聴者参加型の買い物ゲーム番組だぜ。司会は漫才コンビの夢じいとしきみこ石が務めていて、彼らの軽妙なトークが番組の魅力をさらに引き立てていたんだ。視聴者参加型って、具体的にはどうやって進行していたの？毎回3組の夫婦が出場して、まずはゲームコーナーに挑戦するんだ。このコーナーでは、椅子取りゲームやボール転がしゲームなど、ユニークなゲームで競い合い、その結果で各チームの買い物予算が決まる仕組みだったんだよ。予算ってことは、その後に実際に買い物をするの？その通りだ。ステージには値段が隠された商品がずらりと並んでいて、出場者たちは制限時間内に商品を選んで、予算内に収めるよう努力するんだ。ただし、予算を1円でも超えたり、設定額から4000円以上下回ったりすると失格になってしまうんだぜ。それって、結構難しそうね。でも、成功したらどうなるの？予算内で商品を購入できれば、その商品をすべて持ち帰れるんだ。さらに、ぴったり予算と一致すると、がっちり賞として賞金10万円が贈られたんだよ。それは挑戦しがいがあるわね。司会の夢じいとしきみこ石さんの役割はどんな感じだったの？彼らは、
番組を盛り上げるために絶妙な掛け合いを披露していたんだ。買い物中の夫婦に対するアドバイスやツッコミ、場を和ませるジョークが視聴者にも人気で、番組の成功の大きな要因だったと言えるぜ。視聴者としても、一緒に楽しめるポイントがたくさんあったのね。その通りだ。がっちり買いましょうは、日本初の買い物ゲーム番組として、視聴者に新しい楽しみを提供し続けたんだ。家族で楽しめるエンターテインメントとして、12年も続いたのはその証だぜ。第4位、ロンパールーム。1963年10月から1979年9月。マリサ、ロンパールームってどんな番組だったの？なんだか可愛い名前ね。ロンパールームは、1963年10月から1979年9月まで放送されていた教育バラエティ番組だぜ。子供たちに向けた内容で、視聴者の子供たちと一緒に歌ったり踊ったりしながら、楽しく学べる構成が特徴だったんだ。教育番組なのね。具体的にどんなことをしていたの？番組には、ミス・ロンパーというお姉さん役の司会者がいて、子供たちと一緒にゲームやお絵描き、英語の学習などを行っていたんだ。番組には実際の子供たちが出演していて、視聴者もその輪に入っているような感覚になれたんだよ。子供たちが参加するって楽しそうね。どんなコーナーが人気だったの？魔法の鏡のコーナーが特に人気だったぜ。ミス・ロンパーがおもちゃの鏡を持ちながら、今日のテレビの向こうで頑張った子供たちが見えますよって語りかけて、視聴者の名前を呼んでいたんだ。これがまるで本当に自分を見てくれているようで、子供たちの間で大好評だったんだよ。それはドキドキする演出ね。教育的な要素もちゃんとあったの？もちろんだ。数字やアルファベット、マナーや礼儀など、幼児教育に必要な基礎的な内容を自然に学べる構成になっていた。親御さんも安心して子供に見せられる番組だったんだ。親子で楽しめる番組だったのね。長く続いた理由がわかる気がするわ。ああ、日本だけじゃなくて、もともとはアメリカ発祥の番組を日本版にアレンジしたもので、世界中で愛されていたフォーマットなんだ。子供たちが楽しみながら学べるっていう基本コンセプトが、多くの家庭に支持されたんだろうな。それだけ長く続いたのは納得ね。子供たちの笑顔がいっぱいの番組だったんでしょうね。その通りだぜ。ロンパールームは、教育とエンターテインメントの両方を兼ね備えた、時代を超えた名作だよ。第3位、夫婦ぜんざい。1963年8月から1975年9月。マリサ、この夫婦ぜんざいっていうタイトル、ドラマみたいだけど実は違うのよね。その通りだぜ。霊夢、夫婦ぜんざいは、視聴者参加型のトーク番組だ。1963年8月から1975年9月まで朝日放送で放送されていて、司会を務めたのは人気の夫婦漫才コンビ、宮古町長となんという字だったんだ。夫婦漫才のコンビが司会って、どんな感じで進行してたの？番組のメインは、一般の夫婦をスタジオに招いて、彼らの結婚生活や新婚時代のエピソードをトーク形式で引き出すことだったんだ。夫婦間の笑い話や、時には感動的なエピソードが披露されることで、視聴者に親近感を与えていたんだよ。視聴者も共感できるような内容が多かったのね。そうだな。特に司会の二人が絶妙な掛け合いでトークを盛り上げていたのが大きなポイントだ。例えば、なんという字が軽妙なジョークを飛ばす一方で、宮古町長が巧みに話題を広げていくスタイルが視聴者からも好評だった。でも、この二人って事実婚を解消した後も一緒に司会を続けてたんでしょ？ああ、そうなんだ。1958年に事実婚を解消した後も、番組では二人が夫婦として振る舞っていて、そのリアリティが逆に視聴者に強い共感を与えたんだよ。その状況でも一緒に司会を続けるなんて、プロ意識がすごいわね。その後、1972年になんという字が病気で降板してしまい、1973年に亡くなった後は、宮古町長が単独で司会を務めたんだ。彼女一人でも番組の温かみを失わず、長寿番組として続いたのはさすがだよな。夫婦ぜんざいってタイトルがぴったりの番組ね。
どんな人でも共感できる部分があったんでしょうね。その通りだぜ。この番組は、夫婦の絆や日常をテーマにして、多くの人に愛され続けた名作なんだよ。第2位、鉄腕アトム。1963年1月から1966年12月。マリサ、鉄腕アトムって名前はよく聞くけど、どんなアニメだったの？鉄腕アトムは、1963年1月から1966年12月まで放送された日本初のテレビアニメシリーズなんだ。手塚治虫先生の同名漫画を原作にしていて、アニメ史において革命的な作品だったんだぜ。日本初のテレビアニメって、それだけで歴史に名を刻んでるわね。どんなストーリーだったの？アトムという人型ロボットが主人公で、ロボットと人間の共存や社会問題をテーマにした内容だ。アトムは、科学者お茶の水博士と共に、悪者を倒したり、世界を救う冒険を繰り広げるんだ。ただのヒーローものじゃなく、哲学的なテーマも書かれていたんだよ。なるほど。それが多くの人に愛される理由かもしれないね。他に特別な特徴とかあったの？この作品は、当時のアニメ制作の常識を覆した点でも注目されてるんだ。例えば、セルアニメーション技法を活用して、制作コストを抑えながらも高品質な映像を実現したんだ。加えて、声優たちの演技もキャラクターの個性を引き立てる重要な要素だった。それだけ革新的なことをやってたんだ。視聴者の反応はどうだったの？視聴者は大喜びだったぜ。特に、子供たちはアトムの真似をして遊んだり、テーマソングを口ずさんだりしてた。アニメキャラクターの商品化もこの作品から本格的に始まったんだ。その後のアニメ産業にも大きな影響を与えた作品ってことね。その通りだ。この作品がなければ、今の日本アニメの発展はなかったと言っても過言じゃないんだぜ。鉄腕アトムは、ただのエンタメじゃなくて、日本の文化そのものを作り上げた名作だよ。まさに時代を超えた名作ね。私も一度ちゃんと見てみたいわ。ぜひ見てみてくれ。鉄腕アトムはアニメ史の宝だぜ。第1位、三匹の侍。1963年10月から1969年3月。マリサ、2匹のハベって、タイトルからしてすごくかっこいい時代劇だけど、どんな作品だったの2匹の侍は、1963年から1969年まで放送されていた日本のテレビ時代劇だぜ。全6シリーズで放送され、最高視聴率 42% を記録するなど、大ヒットした名作だ。宿場から宿場へ流浪する2人の浪人が、悪事を働く権力者や悪党を倒し、庶民を救う物語なんだ。その2人のハベって、どんなキャラクターだったの？第1シリーズではリーダー格の柴左近を丹波哲郎さんが演じていたんだ。でも第2シリーズからは加藤剛さんが演じる立花和幸進が加わり、平見喜二郎さんの桔梗栄之助、長戸勇さんの桜京十郎と共に、2匹の侍が揃ったんだ。それぞれの個性が際立っていて、物語に深みを与えていたんだよ。キャラクターの個性って、どんな感じだったの？平見喜二郎さん演じる桔梗栄之助は冷静で知的な剣士。長戸勇さん演じる桜京十郎は武骨で力強い侍。そして加藤剛さん演じる立花和幸進は若さと情熱あふれる剣士だったんだ。この2人が互いに補完し合う関係が見どころだった。2人のバランスが面白そうね。他にこの番組ならではの特徴って何かある？伊者秀夫さんが演出を担当していて、独特のカメラワークや縦シーンのダイナミックさが特徴的だったんだ。特に、白黒映像ならではの陰影を生かした映像表現が視聴者に強い印象を与えたんだぜ。その演出はすごく時代を先取りしていたのね。視聴者の反応はどうだったの？視聴者からは新しい時代劇と絶賛されて、特に若者層に大人気だったんだ。単なる完全懲悪じゃなく、侍の苦悩や人間らしさを書いた点が評価されたんだよ。そういう深いテーマを持つ作品って、長く愛されるのも納得ね。その通りだ。2匹の侍は、日本の時代劇に新たな風を吹き込んだ伝説的な作品だよ。総評またはまとめ。マリサ、今回のランキングを振り返って、
どうだった？そうだな。1963年って、日本のテレビ文化が大きく発展し始めた年だったことを再確認したぜ。それぞれの番組が革新性や魅力を持っていて、視聴者を引きつけたんだ。確かに、どの番組もすごく個性的だったよね。時代の空気を感じるものもあったし。ああ、例えば、鉄腕アトムはアニメの歴史を作ったし、ミヒキの侍は時代劇の新しい可能性を切り開いた。キユーピー3分クッキングやアップダウンクイズは長寿番組として、今もなおその名を残している。こうしてみると、テレビが人々の生活に与えた影響って本当に大きいんだね。その通りだぜ。1963年に始まったこれらの番組は、ただの娯楽じゃなく、日本の文化や社会を作り上げる一部だった。今でも語り継がれる名作ばかりだし、もう一度見返してみる価値があるよな。確かに、今だからこそ新しい発見がありそうね。だな。時代を超えて愛される番組たち。これからも語り継がれていくはずだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。